はい、皆さん、こんにちは。車の大自然、カカカシノピーです。今回は、ついこの間ですね、ディティールアーティストのコーティング剤4種類比較してみたっていう動画を公開したんですが、その時に使っていた、このエアーという商品、吹き上げに使いやすいドライ型 QD、ドライイング補助機能付きっていうね、この商品、撥水がね、いまいちだった。他の人から聞いた話だと、結構撥水するって聞いてたんですよ、このエアー。今日僕が使ってみたら、あれ、そんな撥水しないなぁと、おかしいなぁと思って、何回か試したりもしてみたんですよ。けど、結果は変わらなかったので、あのまま動画を公開したんですが、ほんとつい昨日ですね、ディティールアーティストの公式 YouTube チャンネルを見ていたら、エアーが出てきて、やっぱ僕のと水弾きが違かったんですよ。なんかおかしいなって結構ね、もやもやしながら、漠然とその動画見てたんですよ。そしたらね、あることにね、ちょっと気づいて、昨日急いでジェームスに行ってエアーを買ってきました。で、その買ってきたエアーがこちら。皆さんわかりますか？僕が持っているっていうか、この間使ったエアーがこっち。今回買ってきたのがこっち。色が違うんですよ。同じブルー系の色なんですが、僕がこの間使った方はかなり色が薄い。今回新たに買ってきた方が色が濃いと。で、今売られてるのはこの濃い方なんですよ。この薄い方はね、ちょっと前のやつなのかな。今回売られているものがこちらですよという話になればっていうか、これなんですけど、車の大辞典カカカでご情報を配信してしまったなと申し訳なく思っております。なので今回新たに買ったエアーと以前使ったエアー比較してみようかなと思います。そしたら早速外へレッツゴー。そしたらこの車で試していこうと思います。現状は撥水しておりません。もともと撥水してたんだけども研磨しました。だから手前だけねちょっとまだ撥水してるような感じはあるんですが、すごい撥水してるっていう感じはないと思います。そしたらこのボンネットに半分ずつエアーをね施工していこうと思います。はい、そしたら吹き上げたので施工していこうと思います。向かって左側がこの間使ったエアーで、右側が今回購入したエアーですね。色味がね違うので分かると思います。そしたらこの間使ったエアーから施工していきます。吹き筋はもうほぼ残らないですね。もう1回ぐらい施工しておきますか。塗り伸ばすのも大変なぐらい速乾性があって吹きムラになりにくいですね。こんな感じかな。反対側新たに購入した方使っていきます。使い心地とかどうなんだろう、変わるのかな。匂いはね変わんないね。施工感も変わらないです。こちらも乾きが早いですね。ムラにならないです。とても簡単です。そしたらマスキングテープを剥がしてツヤ感を見ていきます。非常に分かりにくいですね。真上から見るとこんな感じです。肉眼で見ても若干マスキングテープの跡があるかな。今日すごいツヤツヤってわけでもないかな。変なツヤ感が出ないところが僕はねいいところだと思っているんですが、若干右側の方が濃いのかな。いやーけど見比べても相当難しい感じです。そしたら水垢が落ちるか試してみようと思います。この辺にちょっとポツポツありますね。昨日買ったエアですね。これをもう直接いっちゃおうか。シミになってる水垢は取れません。はい、そしたら1日が経過しました。水をかけてみようと思います。いきます。若干弾いてる感じあるけどやっぱ弱いかな。今回新しく買った方、こっちの方が水弾きいいぞ。なんか全然違うね。一回洗ってみます。全然違うんだけど。すげえ弾く。
ちょうど境目らへんですね。確かにこれだったら結構強撥水と言ってもいいぐらい右側を弾いてますね。色が薄い方のエアね。全く撥水してないわけではないと思います。結構水の引きが早いので、これでもさっきよりちょっと水弾きが落ちたかな、そんな気がするんだよね。うん、疎水っぽい感じ。全然違いますよ。結果としては良かった。僕がこの間使ったやつが良くなかった。現行タイプは強撥水ですね。そしたら最後吹き上げ補助機能だけ確かめていこうかなと思います。で、色が薄い方はもう売ってないので濃い方。悪くないんじゃないかな。速乾性が高いね。普通にボンネット施工してた時も結構乾きが早くてムラになりにくい、そんな印象があったので吹き上げ安いんじゃないかな。今日やっぱ僕は吹き上げはマイクロファイバークロスっていうよりかは大判タオルを使っちゃうので、やっぱこの機能は僕はあんまいらないかなといった感じですね。けど窓とか拭くのにいいと思います。速乾性があると、内窓もそうだけどほんとシミになりにくいので、変にね艶が出ないんですよ。僕はこれいいとこだと思ってるんですが、艶が出ない分こういう窓とかも拭きやすいかなといった感じですね。はい、そしたら施工から8日かな経過しました。この間ゲリラ豪雨とか結構ね雨がね突然降る時があって、この間水垢の検証した時と同じような感じで砂と水染みみたいなのができております。で、左右どっちの方が汚れが目立つかって言われると、僕はね左かな。やっぱ右側の方が撥水してるからか粒が小さい。で、左側はちょっと撥水が弱いから粒が大きいんですよね。だからこのシミの跡も一個一個が特にこの辺違うと思うんですが、分かりますかね。ちょうどここら辺を境に粒の大きさが変わってると思います。これはね目視で見ても汚れ方っていうのが違うので、撥水性能によって汚れのつき方は結構異なるのかなと思います。この間はねあんま気づかなかったんですが、ツヤ感もやっぱ右側の方が濃いような感じがありますね。そしたら水をかけてみようと思います。このエアーっていうのは耐久性はさほどない。これはそういう風に作られてるみたいです。それで水かけてみます。やっぱ右側の方が弾いてるね。一回洗ってみます。エアー1週間経ってもまだ弾いてますね。結構しっかり撥水してるね。あまり耐久性ないように作られてるみたいなんですが、まだしっかり撥水してます。やっぱ左と比べると全然違うね。ちなみに最後ツヤ感なんですが、だいぶ落ち着いたかな。なかなかねやっぱ1回2回洗っちゃうともうツヤ感っていうのは落ち着いちゃう。これが継続して撥水はしてるけどツヤも残ってるっていう商品はなかなか少ないかなといった感じです。簡易コーティング剤系はだいたいそんな感じのイメージです。はい、といった感じで動画の方以上になります。
皆さん、大変申し訳ございませんでした。この間ですね、ディティールアーティストのコーティング剤4種類比較してみたっていう動画を公開したんですが、その時に僕が使っているエアーと、今売られてるエアーでは、撥水性能が異なるものでした。実際に改良が入っていて、撥水性能はアップしているということで、今回両方比較したんですが、しっかり違いは出ました。今売られているものの方が撥水力が高いです。なので、ディティールアーティストの公式の YouTube チャンネルとかの施工動画を見て、シノピーとなんか違うなと思った方、それは僕がね、誤解を招いてしまったものとなります。申し訳ございません。一応この間公開した動画に関しては概要欄の方にちょっと訂正文と、あとエアーを使ってるシーンでもカードって言って URL を貼れるので、それをちょっと追加させていただこうかなと思っております。なのでエアーなんか撥水微妙だなと思っていた方は、この色っていうのかな、これを確認してみてください。今売られているこの濃い方が撥水力が高いです。でもちろんね、この撥水力が高いからいいのかどうかはまた別の話で、あんま撥水してない方が好みだったなっていう人ももちろんいると思うんですが、撥水力がね、低い方のエアーっていうのはもう売られておりません。もう今現行のものは全て撥水力がね、高いものとなっております。それ以外の匂いだったり、吹き上げ補助のところっていうのは変わらなかったかな。あと、ツヤも僕が見た感じはそんなツヤが出ないタイプ。これは内装とかにも使えるからこうなってるのかなといった感じなんですが、事実としてね、撥水性能が異なるものの動画を公開してしまいました。今後ね、このようなことがないように注意していきたいなと思います。とりあえず今回はこんな感じで動画の方以上になります。この動画が面白いなと思った方はぜひチャンネル登録と高評価お願いします。それでは、また来週。